先週に引き続きゲスト上ちゃんとのトークをお届けします。それでは後半スタートです。その55始めたきっかけとかもあるじゃないですか。そうですね。あれも感覚じゃないですか。絶対にうまくいくと思ったもんだって。そう、それが多分感覚ですよね。ですよね。ヨシさんはそれがすごくあるんだけど、感覚ないキャラを演じてるんだろうな。やべ。だってさ、英会話選ぶときとかさ、めっちゃ感覚じゃん、全部信号が変わんなかった。そう。めちゃくちゃ感覚の話してるのに言葉でさ、全部なんか書き換えてない、自分のこと。なんかやばい。さっきあんなに2人楽しそうだったのに、今回俺が批評的になって。なんか、あれ、来週からおしゃれアレルギーはユミと上野とかな。違う、そういうことじゃなくて、自分を認めろよ、よしっていう、そう、本当そういう話っすよ。で、ちょっとその話は聞きたい。俺自分認めてないかな。いや、なんかもう、君たちと僕は違う世界にいるから、みたいなのを常に言ってるんですよ、よしは。何言ってんだろうなっていう。そう思う、マジで。そういう時は、じゃあ俺はなんて言えばいいんだろ相手に確認することがなかったみたい。それが楽しいではあるんですけどね。だからそれが楽しい、その構造を、だから、ヨシさんはそういうキャラを演じてんだろうなって俺は思ってますけどね。俺、本気で言ってます。本気で思ってるから。本気で思ってる。収録してない時も言ってますから。そうなんだ。そっか。まあね。まあでも、なんか言葉での表現が違うだけで、同じことじゃんっていつも思ってる。そのヨシがその経験してきたこととか、感じてることとかさ、同じ感覚じゃんと思って私は話してる。ヨシさんってだからそのアートみたいな人かっこいいと思ってます？思ってるすごく。ですよね。だからそういう言い方ですよね、いつもね。やっぱり俺にはできないことだって、いや一番、番組の冒頭でも俺にはできないことをやる2人だみたいなこと言ってましたけど、やっぱりそういう思いはありますよ。俺もだからすごい憧れがあったからすごいわかるんですよね、その気持ちは。アート思考の人に。なんかね、かっこいいですよね、なんかアウトローっぽくて。でもユミさんなんでアウトローにしか見えないもんだって。ね、本当だ。ちょっと待って、私の周りもっとすごいから全然かっこいいんですよね、そういう人が。かっこいい。羨ましい。その羨望的な感じで俺にはできねえよってなっちゃうのかもしれない。わかる。それはありますよね。まあでも、なんだろうな、私はずっとそういうコンプレックスの中にいた人なので、周りがすごいから、私全然ダメなんだっていうのをもう、5年前ぐらいまでずっとそういう感じだったから。そうナチュラルボーンアーティストはみんな病んでるのはそういうとこなんですよね。そう。そうなんです。ちょっとどういうことですか？要はだからそういう社会と自分が違いすぎて生きていけないって生きづらさ感じてるアーティストの方が多い。なんで自分を社会とこんなに違う考え方しちゃうんだろうって悩んじゃうんですよね。でもそこにみんな憧れるのになかなかね、本人たちは全然幸せになれないっていう構造がめちゃめちゃある。だって仲間同士ですら、なんかあの子はすごい自分だけの世界観持ってて、私全然ダメじゃん。なんか普通の一般的な社会にも馴染めないし、アーティストとしてもやっていけないし、自分だけの世界観全然なくない？ダメじゃない？みたいな。みんな言いますよね。自分で自分をいじめるみたいな。で、そのアーティスト仲間っていうか、そういうクリエイティブなことで知り合った仲間たちは褒めてくれるんだけど、いやー、でもさ、みたいな、全然私ダメだし、みたいなのをずーっとチクチク思ってるんですよね。そう。で、それでずっと毎日生きてるから、辛いの、とにかく。すごくみんなから憧れられてるのに、自分が全然みんなが思ってる像と差異がありすぎて、みんなやっぱなんか、そこにすごく悩みますよね、アーティストってみんな。そう。で、周りはやっぱりこういう活動を始めた頃とか、ある段階で、なんかちょっと世界変わるんですよ。自分が生きてる世界、めっちゃ変わってるな、今っていうのを感じる時期があって、その段階って、周りの
結構たくさんの人たちが、うん。そのあなたの表現を世に出すのに協力したいですって言ってうん。くれる人がブワーって現れうん。るんですけど、うん。なんかみんなよだれうん。流して私うん。のアイディアを待ってるみたいな。うん。うん。だけどもう枯渇してるんですよね。もう出しちゃってるから大量に。うん。うん。だからそんなに出せないのにみんなうん。待ってるからやうん。らなきゃって思っうん。ちゃうんですよ。うん。だからで、その、好きな自己表現だったことのうん。はずなの、好きなことうん。だったはずなのに、なんかこうしなくてはそうですよね。いけないっていうのうん。に変わっちゃって、で、それと自分に対する劣等感うん。と、いろんなものがわかります。重なって、とにかく生きづらい。その人たちはだから、ユミさんにクリエイティブを求めちゃってるからなんですよね。そっそか。う。そう。確かにそうかも。ユミさんに社会にとって価値があるもの、だから過去に勝手にその人たちが価値を感じてユミさんが出したものに対して、こんな価値があるものだ。だから出ああ、せるよねと思ってくるんだけど、ユミさんは自己表現の人だから、自己確かに表現が本当だ。固まるまでは出ないんですよ、ユミさんは。本当だ。だから、その人たちクリエイティブを求めてるっていうのがそもそもお門違いで、この人はアーティストなんですっていう紹介をしないといけないのに、そうなんですよ。めっちゃ今腑に落ちてる。そう、そういう構造がめちゃめちゃあって、だから私なんかその今住んでる地ああ、元に結構うん。すごい音楽のアーティストがいるんですけど、うん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 。もう結構日本でも有数のいい曲を作る人なんですよ、そのうん人は。うんうん。だけど、本当に曲が作れないんですよ、その人は。もう周りええ、からはいい曲を作る人っていう認知されてるのにできなくて、で、うちレコーディングスタジオなんで、うんもうううんちこもって作っていいですよって言って、もう、うん。って言いながら、なんとか作りきるみたいなええ、のを見てて、なんか、もう全然社会と像が違うんですよ。その人はもう本当スーパースターなんですよ。日本うんの中で。なんだうんけど、本人の生活はボロボロだし、先月も700円しかなかったんだけど、俺みたいな。うー全然違うん。の。やべ、なんかそう、今いろいろ腑に落ちてて、今やばい。だから、そう、なんか、そう、クリエイティブ求められちゃうんですよ、その人たち。だからそこをちゃんと切り分けて考えないと、アーティストにとってめちゃめちゃ辛い状況を生んじゃうんだろうなって思ってて。うん、そうで、私はその、うん、クリエイティブ求められてるのに応えようとしすぎた結果、うん、もうよくわかんなくなっちゃって、それで休むことにしたんですよ。うん、うん、うん、わかります。そうん、う。うん。うん、うん、うん、そう、それが何だったのか、今すごい腑に落ちた。で、今うん、もやっぱりそういう状況になってるから、自己うん、う表ん、現でやりたいって思ってるところに、うん、まあ、消費者のニーズはこうですよ、みたいな意うん、見とかもやっぱりうん、来るし、うん、こういうことやってほしい、みたいなことうん、とかもやっぱり来るから、うん、うーん、まあ最近は、そういう意見は意見っていうので、ちょっと切り離すようにはうん、慣れてはいるんですけど、うん、結局、私が一番楽しんで作ったものがみんなも楽しいって思えるようになったから、うん、人の意見は意見だし、あうん、と、その人が言ってることって今思ってなんとなく言っただけで、ずーっとうん、こう、そうやって願ってるわけじゃないっていうか、うん、うインスタントにん、湧き出たことを多分、うん、今この場で言ってるだけだから、うん、まあ、いっかって思うように癖をつけてるけど、やっぱり人うん、が言うことが気になるみたいな。うん。そういう。だから、まあでも、以前よりは良くなったかそうなんですよね。クリエイティブとアーティスト性がうまく融合できて、うまくな。できてるうん。人ってほとんどなかなか難しいと思う。一番幸せな状態ですけどね。うでも、ーん。多分社会に求められているというのはクリエイティブうで、クリエイティブん。を求められちゃうんですけど、うクリエイティん。ブっていうのはある意味、再現性があると思ってて、う言語化できるんん。ですよね。ここにうん。こういう色があって、こういうポップな感じがあって、気持ちいいよねとか、なんかそう言語化できるんですよね。ああ、そで、れ、そそう、れ聞かれる。なんでこれそう。作ったんですかとか。で、ユミなんか意さんにそれを味ない。求めてくるんだけど、ユミさんはアーティストだから、そうじゃないことを考えちゃう人だから、そう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 。だからマッチしないだけで、で、ユミさんもだからクリエイティブを求められたら、求められたことにただ返答して感情を入れなければ多分ユミさんは幸せになれるんですよね、それはそれで。うーそれは仕ん。事として割り切って、求なるほめられることにどね。対して、あ、そこをこういう職人になれ方法、ばいいのか。で、うんうん。そこだけ職人になれば多分ユミさんはそこ慣れて職人に。ああ、なります。うん。チャンネルを一個持てばいいんだ、そういう。あ、なんかで、今いろいろ腑に落ちた。それやったらうそう。まくいきそうだ。アーティスト性はもう勝手に、暇な時に出してりゃよくて。うーで、それをん。見てクリエイティブを求めるってくる人がいるから、そしたらそうん。のクリエイティブに対しての方法論をまた言語化して生産うん。すれば、それはただの
仕事になるから、うんそれはそれで大事に持っておけば、うんアートにうん。つぎ込めんじゃないかなとか思ってるんですよね。確かに。うん。なるほど。2今めっちゃコンサル受けてるみたいな。2年間、ポッドキャストやって、全く腑に落ちなかったことが30分ぐらいで落ちちゃった。すごいな、上ちゃん。俺の、やっぱりね、上ちゃん、観察眼がね、やっぱり、すごいと思う。いや、でもさ、ほら、聞いて、よし、慰めるわけじゃないけど、聞いてくれる？俺を慰めるの？慰めたいわけじゃないんだけど、聞いてくれる？やだ、なんか、いや、聞いて、一個聞いて。私、応援団がいるんですよ。うん。弓応援団っていうのがいて、それ、代表が私の親友なんですけど、よしさんも応援団入りたいらしいっていう話をしたら、副団長ね。副団長。で、私の親友が言ったのが、まあ、よしさんならポンポン分けてやってもいいわって。ポンポン？うん、ポンポンこういう、フレフレってやる。ああ、フレフレのね。うん。あんま許しが、嬉しくねえぞ。言い方がね。めっちゃ上から。そう、応援団なんで。全然慰めにはならないです。弓応援団、副団長。よし。副団長なのにポンポンだったら分けてやってもいいとかって、あの野郎。いやー、でもね、やっぱりさっき、上ちゃんが他の人のために何かをするっていうのが、もう先ほどの由美さんと上ちゃんのやりとりでね、もう見えたな。やっぱりその相手が悩んでるところをピンポイントで、なんか、タロット占い師、この間やってましたけど、本当にやった方がいいかもしれないね。ああ。でも魔女とカメレオンの中の一枚引きは、対象の人がいないから、それは、上ちゃんヘロヘロになっちゃったけど、対象の人がいたら、多分すごいタロット占い師になると思う。今の聞いてタロットはわかんないけど。タロット使わなくても、もう。タロットはわかんないけど。ベーシでいい。でもだからコンサルでやっていける。なんかね、人の、その刺さる言葉を言えるのはすごい自覚ありますね。ね、そんなどうしたらこの人に刺してテンション上げさせられるかは多分結構、なんか感覚でわかる。いや、実は俺もその相手に刺さる言葉をうまく言ってたつもりなんです、この2年間。全然弓に刺さってなかったっていう。いや、でもほら、よっさん、本当に本当にいろいろフォローはいらない。フォローはいらない。そういうことじゃない。めっちゃ助けてもらってるから。もう、よしいなかったらマジメンタルやばかったから、治療。そう？いや、本当によしさんって、だからそういう、なんか、俺とは全然違う形だけど、よしさん空気がね、いいんですよ。なんていうの、よしさんがいるだけで、その場の空気が良くなるっていう、その人の癒し方をするから、で、自分がピエロになれるじゃないですか、よしさんって。で、それが、俺結構最強だと思ってて、愛嬌って最強じゃないですか。どんな場でも、そう。で、それができる天賦の才能がある人だなって超思ってる。そういえばね、それ、ほら、東中野のね、雑談のメチクロさんに、そのまんまのこと言われたことがあって。あ、本当に。やっぱり、ヨスさんいると、ヨスさんカウンターにいると、カウンターめちゃめちゃ盛り上がるねって。ヨスさんすごいな。まあ、あとリスナーさんからの、数々のリスナーさんからの声で、ヨスさんってまず顔が七福神顔だよねってみんな言う。めっちゃ思う。そう、私が、そう、私が、ヨスさんの福耳すごいっすよねみたいな話を振るといつもその答えが返ってくる。福耳っていうかみたいな。七福神顔やばくないっすかみたいなみんな言うよ。七福神って7人いますけど、そこの中の恵比寿さんでしょ、多分。恵比寿さん。恵比寿さんが大黒天かどっちか。どっちもでかいな。でも最近でかくないからな、俺。仙台に藤崎ストアっていうのがあって、そこにね、七福神の、誰だっけ、恵比寿さんが、もう、彫刻の木の恵比寿さんがいらっしゃるんですけど、展示されてるんですけど、俺そっくり。そっくり。エイブの奥さんが、うわ、ヨスさんだって。そういうこと。そう、だからそれにね、みんな引き寄せられてくる。だから私もね、福耳になりたいもん。ここになんか、引っ張ってやるよ、ずっと。引っ張ってやるよ。引っ張っても伸びるだけじゃ、膨らまないとダメだから。
うん。で昔は高校時代の時とか、よしは耳ちっちゃいよねって言われてましたね。うん。あ、それじゃあ変わるんだね。希望持てた、私。変わるのかな。うん。うん。決して大きくはないでしょ、耳。そんなこいやいや、とない。大きい、大きい。てか、大きい。あ、なんかそう。うん、大きいと思う。そうか。だってほら、正面向いてさ、耳たぶが見えるってすごくない？ね、見えてる、本当だ。すごい。うん。福顔だよな。不顔。服が、いや、マジ福顔。で思う。そう、う本当にそうん。思本当に。う。うん。よで、ヨシし。さんがたまに、なんか、怒、怒、その、辛辣。そう、なんか、番組内で怒ってるじゃなくて、外で、うん。怒、俺は怒るんだよ、みたいな話するじゃないですか。で、ああ、店員さんとかね。そう、店員さはいはいはい。んとかに。結構ね、うん。それ信じられなくて。うん。うん。ああ。そう。なんか病院怒とかでるという、怒ってる話とかするじゃないですか。あれはね、本当になんか、でも声をああ。荒げるとかないですよ、もちろん。いや、うだから怖いん。んですよ。うん。だから怖いのよ。そうそう、想像できないんです淡よ。々と言うからよし。うん。諭すうん。感じですね。諭す諭す感じで。感じ。うん。ただまあ、顔は怖くするようにはしてますけどね。怖い顔するんだ。あの、ええ。あれでもお前人の命なんだと思ってんだっていう、こああ、の角度。怖い怖い怖い。うん、怖い、もう怖い。ええ。そう、人のなんか、命なんとも思ってないんだもん、あいつら。うん、あいつまあね、らとか、あい、それは、まあ、社会にとっていいことですかもしれないですね、それはね。なんか、変に世直し野郎にはなりたくないんですけどね。ああ、まあね、世直し野郎はね、うん。本人は正義だと思ってるけうど、ん。やり方違うでしょって思う。違う違う。だからね、うん、そういうことじゃない。結局自分のね、うん、思い通りにならなくて文句を言うクレーうん、マーと一緒だなと思って、あんまりうん、良くないなって自分では思ってるんですけど、うーうん。ん。だって、でも、うん。言ってやらないとね、治んないことはあるから。うんうーうん、ん。ならないですよ、基本。うん。まあうん。そうですね。うん。まあでも、ヨッシーには笑っててほしいっていう。そう、そうなの。うん、うん。結論。結論。よしさんが店員さんに怒ってるのとか見たらちょっと残念な気持ちになるかも。まあね、確かにね、こんな人だと思うん。わなかったのになって、うん。でも、それはちょっと良くないですよね。うん。でもそんなことはないってことですよね。そこまで怒ってない。ああ、そんなことはないうん。です。うん。うん。おらーてめえみたいな。ない。それはうん。もうままあ、ないですよね。若かりうん。し頃のヨシじゃないですか、それは。うんうん。若りし頃のよしはあったん。まあ、うん。そりゃね、若い時はみんないろいろあるうん。から。それを経験して今があるわけうん。ですから。そうとそうそう。か言って逃げてみた。うん。いや、で、うん。どうぞ、ようさん、はい。優しいよしさんで、ね、空気をずっとあったかくしといてほしいなっていう、それは才能だと思うんで。う空気、ん。人の、まあ子供の頃というか、その学生の頃からずっと、やっぱり社会人になってからも、周りのことを、やっぱり自分はどう見られてるのかなとか、うん。なんか嫌われたくないなとか、うん。そんなことばっかり考えてたから、それが癖になって今の人間の形成になったような気がしますうんうんけどね。うん空気は悪くしちゃダメって思いながら生きてますかうん。うら。んうんうんううん。でそれ言ったらん。上ちゃんもそうでしょ。俺、そうですね、場の空気を乱したくないが結構先に来ちゃあ、うな。そうか。それ、番うん。組でもそれ何回か話題に出うてた気がん。する。魔女仮で、面。俺の場合、それに結構自己犠牲が伴うことがう多かったんですよ、昔はね。ーん。今はそれを一切しないようにしてるんですけど、うそれでん。結構自分をどんどん削っちゃうかうら、あんま良くん。ないなと思ってうん。やめるようにしたんですけど、場の空気を良くするために自分を犠牲にするっていうね、我慢する。それは今なうくしてるんですけどね。ん。うん。俺も初めて真帆うん。さんのところの官邸の部屋に行って、うん。てぶちゃんと一緒に行ったんですけどね。うん。うん。初めて行った時に、もう会ってすぐ言われたのは、うん。あなた自己犠牲やるのやめなさいって言われたんですよ。ああ、言ってた。俺もそのう場にいましたね。ん。あ、いましたっけか。いたいたいた。うん。言って今た。では、その自己犠牲っていう感覚じゃなくなってるので、今のままでいなさいっては言われるようになったうん。んですよね。うんううん。うんん。なんか、ヨシさん、あれですよ。あと、受け取りベタ。まあ、それはね、ユミさんがよく言ってるやつね。ううん。うん。ん。あれ、それでも、マコさんにも言われてなかったっけ？でも、それね、でも、受け取りベタじゃなくなりましたよ、相当。昔うん、まあ、に比べたら。いっぱい来るからね、おう礼が。ん。俺、俺、俺っていうか、俺別にさ、またこれ言っちゃうとユミさん怒られちゃうけど、俺別に何もしてないのよ。うん、そうなんていうのかな。そうそうそう。それがあね。の、楽しいことをただわっと出してるだけであって、でもその結果だよね。そうだようん。ね。いや、そう。うん。うん。そういや、マジなのよ。そうですよね。それが、ヨシさんはもうナチュラルにできてるから、うん。受け取れるんだと思うし。
うん。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 すごいもんな。そうありがとう。そう、そなんかさ、れをうん、笑顔で受け取れるようになってほしい。うん。謙虚さも大事かもしれないけど。オープンキャンパス、そのイベントをね、いろんな、特勤マッシュと、あと、ゴーゴーエブ会話と、あと、ゆとりっ子のたわごとっていう番組があるんうん。ですけど、その子たちと、コラボしてイベントやったんうん。ですけど、うん。もうね、面白いぐらい客層が違うんですよ。本当ですね。本おー。当に、特勤へえ。マッシュ聞いてる人たちって、こう、どちらかというと静かな人が多くうんうんて、うん。一う人でこう、何ん。かこう、お笑いとかを楽しむ、なんて言うんだろうな。なんかこう、まあ、センスがいいんだうん。けど、一人でいるのも好きみたいなタイプのうん。人が多いんですよね。はい。で、ゆとりっ子の卵とは、今はちょっともう大きくなっちゃったってあれですうん。けど、なんか割とおじさんたちがこう、娘たちを応援するみたいそうなタイプのおそうそう。客層が多くて、で、ゴーゴーエブの人たちはめっちゃ面白かったのが、ウェーイウェーイってみんなでハイタッチしてる感じだったんですよ。イベントで。ああ。みんなそう。ゴーゴーの人たちは、うん。音を組みますね。そう。うん。みんなで楽しもうぜっていうのうがもうありあん。りと出てて、超面白かった。で、そうん。れを多分、ヨシさんはそういう場を作る人なんだなと思って、そのうみんなが、ん。みんな OK で楽しもうぜっていうのが、こう、先導できる人なんだなっていう感じしますね。ううん。ん。番組によって全然違うと思って。あの時はう面白かったですね。しかもん。なんか、恥ずかしいことに女子たちが、俺がこうなうん。んかみんなで最後話すときに一うん。本ずつね、マイク持って回うん。していくわけですけど、うん。俺うん。喋り出したら、やっさーって言いやがって、そう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 。恥ずかしいじゃねえか、お前らやめてくれよと。そんなことあったな、思い出した今。そうなんですよね。うん。ね。他への番組だとやらないですね、それはね。ヨえ。シさんだから確かに。そういう雰囲気できるというか。何も。まあ、あと、うん。ゴーゴーはオフ会とか行くと、リスナーさん同士ですぐ仲良くなるしね。すごいそですよね。う。ううん。ん。やっぱり同じ目標とか英語を勉強してるというベースがあるかうら、人生に対すん。るその目線の向け方がみんうな共通のものだってん。分かると、やっぱりあっという間にうね、仲良くん。うん。なるっていうのは、俺はそれをもういろんな会場で感じうん。てますね。ううん。ん。で、その代わり、俺は2分で飽きられるんですよ。みんな仲良そうなの。くなっちゃうから、俺の方はこう、あれ、ああポツーンみたいな。まあ、そー、ヨシれはさんだ確かに。け一人。そううん。で、行くと、最よしさうん。ん来ましたね、そう、みたい最初はよっさーんってなるんだけど、だうん。んだん2、3人のグループになって、よっさんうん。ポツンみたいな。な。ああ。あれ、何百回記念だったかな。大阪でやった時500、600回かな。うん。うん。あの時ね、なんかみんなでクイズ大会をやって、うん。クイズにうん。正解した、俺聞いてなかったんですけど、クイズにうん。正解したら、よしに一つアイテムを、なんか洋服、ファッション、ああ、うん。持ち寄りでね。そう、おしゃれアうん。レルギー始めた頃だったかな、あれ。うんうんうん。あった持ち寄りでこう、あった。ファッションして、うん。もう全部完成した時に俺はノリノリでこう、ランウうん。ェイを歩いたわけですよ、勝手に。うん。みんなが持ってきたやつを一そう、個ずつ、こうなんか、ね、鳥みたいなの着てとかね、なんか、くんだよね。ううん。ん。グラあ、サンみたいな。動画で見た。でランウェイ歩いて、したら、その時ちょうどね、ピザが配達されたんですよ。して、みんな、やーっつってピザがずわーっと後ろの、ね、俺が、したら俺一人ぼっちでよしよりピザ。目の前のテーブルに一人でポツンと座ってるところを、みん写なさ、面真撮られる。白がって白黒で写真撮ったんですよ。本当に寂しそ大好物。完ね、全に。それが嬉しいんですよね、よしさんは。それがそれ嬉しいの。で。で、面白がって俺自分も SNS 載せたら結構いいねついて、イエーイって思われるみたいな。う。どうこのかわいそうな俺みたいな。かわいそうだね。う楽しい。ん。うん。よしさんのね、そのピエロ感がすごく助かるんですよね、みんなからね。助かるほんとのそれ助かる。うん、ピエロでいもて誰かがピエロでいてくれるっていうのは本当助かる。自うん。分がやっぱこう、のけものにされないんですよね。誰かがピエロになってくれると。うん。うん。そうね。ううん。だからん。俺も俺で別にのけ者にされてる感じはないしね。そう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 。中ピザに心負けたけど。人物。うん。まあね、ピザの方が強いかもしピザの方れないですけど。が強いけど。でそれを言えるキャラってやっぱ強いよなと思うんですよね。人にできないですもん、そんな。ううん。とかん。ランウェイ歩いてる時にピザ来たらピザの方行けないですよ、普通。いけた。よし、確かにそうだよ。あいつら今考えてたら、何かってピザに行ってんだよ。でもみんなが多分
そっちのが面白いってなったんでしょうね。思ったのかな。それちゃんと写真撮られてるしね、俺。そうそうそう。ね、今、よしよりピザに行った方が面白いっていう、その認知がみんなに一瞬で伝わるっていう、それがすごいよな。それを出せる。確かにそうだわ。それをした方がよしさんにとって嬉しいっていうのもみんな分かってるわけじゃないですか。どんだけ俺強強メンタルなの、ほんと。まあでもほら、よしさんもさ、前言ってたけどさ、なんかリスナーさんに対しての距離感っていうかさ、なんかあいつみたいな感じで言いたいみたいな言って、そう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 。オフ会の時かな、なんかその、そういう距離感で言いたいっていうのがあるのかなと思って、それを聞くと、そのさっきのエピソードがすごい納得できる。なんかリスナーさんもそのつもりで接してるっていうか。ディズニーランド行った時とか、あと子供の頃もそうだったかな。なんか、今でいうゆるキャラみたいなのがいるわけですよ。ディズニーランドだったら、ダッフィーって言います犬のやつ。クマじゃない？あれクマなんですか？ダッフィー。ダッフィーはクマじゃない？多分クマじゃグーフィーのことですかな。グーフィー。ブルドッグみたいなやつ。ブルドッグじゃないか。なんかね。まあ、犬の記憶が曖昧。そこはどうでもいいんです。そこはどうでもいいんですよ。で、それがなんか、そいつがディズニーランドの中にいて、みんなで写真撮ろうぜみたいな感じでみんな囲んでたんです。で、インストラクターの人もみんなおいでみたいな感じで来てくれたんですね。で、子供たちはみんな、イエーイ撮ってってみんな撮るんですよ。俺ずーっと行けなかったの。そうなんだ。そしたら、そのインストラクターの女の子も、お兄さんもどうぞ、撮ってくださいって言われたのに、はいって、なかなか一歩踏み出せなかったんですよ。それが子供の頃からずっとそういう感じで、俺がっていけないんですよね。で、そのことを知ってるから、俺はイベントの時とかには自分から行くんですよ。わかります？このいけない人って必ずいると思うんですよ。そのいけない人の気持ちがわかるからってこと？そういうことか。だから自分から行くんですよね。自分から行って、なるほどね。はじめましてなんて言ったりとかね、写真撮りますかなんて自分から言ったりなんかして。助かるわ。そういう人は。ね、自分のやっぱりその経験からなってますね、自分の行動は全て。そうかも。っていうね、ことは考えてます。いや変なネタバレしちゃったけど。いやでも、だからそういう意味で、よしさんもね、辛い経験、そういうのがあったりとか、だから辛い経験ってしとくべきだと思いません？しとくべき、すごいしとくべきね。ほんとしとくべきだなって思う。中学校2年生の時に転校したんですけど、すごいいじめられたんですよ。お猿の大将みたいなやつがいて、転校したらこのキャラなので、やっぱりすぐ人気者みたいになっちゃったんですね。そう面白くなかったみたいで、俺のこといじめ始めて。まあ、大人になってからちょっと仲良くなったんですけど、この間、Facebook で友達にして来てましたね。俺はでも友達にはなりたくねえな、やっぱり。まあでもそれは素直なね。いじめられた側として、俺は許したつもりでそのね、仲良くやってあげて、俺がバイトしてたところに紹介して、一緒にバイトしたりとかしてたんですけど、やっぱり根底の中では、お前俺のこといじめやがってっていうのはあるので、やっぱりそいつの顔見るとトラウマみたいな感じでフラッシュバックしちゃうので、ありますね。でもそういう辛い経験っていうのがやっぱり大切、そうしないと人の痛みがわからないから。って思う。いや、大事だと思う。大事。縁も竹縄ですが、そろそろなんか、これやってたら1週間ずっと喋りっぱなし。今日質問リストがここにあるんですけど、1個もできてない。まだ質問してないのか、そっか。ずっと喋っちゃった。聞きたいこと聞いてもいい？やるの？上ちゃんに聞きたかったのが、音楽に目覚めたきっかけとか、その影響を受けたもの？それが聞いてみたかった。俺、実は音楽すごい嫌いだったんですよ、小学生の時とか。全然嫌いで、全然興味なかったんですけど、俺結構転校が多くて、小学校3個変わってて、中学校も1回変わったんですよね。で、最後、中2で転校生で来た時に、最初に友達になった子が、クラシックギターを習うって言って、一緒に行かないって言われて、行ってギターを弾いたんですね。で、俺、すごく陰キャで、人と喋るの苦手で、転校生っていうキーの目で見られるっていうのがある中で、
うん。ギターを、クラシックギター習って、で、うん。エレキギターを買っうん。てもらって親に、ギターを弾うん。くってなった時に、うん。あの、不良グループっているじゃないですか、絶対。う中学生の時ん。に。うん。不良グループに、上野くんギター弾けるんだって言っうて、ん。うん。ちょっと尊敬されるっていう。うん。要は、カースト上位の人たちにう認められるって経験ん。があったんですよ。ギターを弾けるっていうだけで。うん。それが今でも音楽好きな理由の一番だと思いますね。要は、自う分の存在ん。を認められるわけないって思ってたのに、うん。ギターが弾けるってことで認められたんだっていうのがまず第一かもしれない。うん。そう。そでも、っから音楽それ始めた。うん。と音楽に目覚めるのっていうのはどうつながっている？そっからだからまあ、そっから音楽をできるってことが人に認められるんだっていうことで音楽をディグり出したんですよね。うおー。ん。そっからやっぱいろんな洋楽とかを聴いたりうん。うん。とか、うん。いろんなのを聴いていって、うん。うで、いん。ろんなジャンルの音楽も聴いていって、いろんなジャンルをギターで演奏していくんですけど、うん。うん。うん。まあそのいろんなジャンルのバンドとかをやってったんですけど、うん。まあちょっと悩みやすい性格なんで、うん。20歳ぐらいの時に一回悩むんですよ、めちゃめちゃ。ギうん。ターを、うん。どんなギターを弾いても、もう先人がいるなっていうことで悩んじゃったんですよ。要は、絶対トップになれないうことに気づいてしまったんん。ですよね。うん。真似してると。うん。要は、うん。この、やっぱロックやっててもロックにはすごい人がいるし、ジャうズにもすごい人がいん。るし、っうん。ていうことに悩みすぎちゃって、うん。こんなこと悩む必要ないんですけど、今思うと。うん。悩んじゃう性格だったんで、悩んで、もう自分は何やっても絶対トップになれないんだって絶望して、うん。布団に倒れ込んでギター持って、なぜかその時にレコーディングボタンを押して弾いたんですよ、ギターを。うん。なんとなく。うん。で、後でそれを聞いた時に衝撃を受けて、うん。めっちゃ良かったんですよ、それが。う要はん。絶望して、もう、ジャンル関係なく、その場で思うままに演奏していった時の曲が、聞いたことない音楽できて、これうはん。世界一の音楽ができたと思ったんですよ。うん。そのジャンルでは。そうの時できたん。ジャンルがないからこそ、世界一の音楽ができたっていう、思ったんですよね、その時に。うん。うん。うん。そっからそれを実は音楽続けてて、ユミさんの曲、さっき作っうん。た話、バンクーバーのうん。曲作ったうん。方法論って実はその方法論でやってて、うその場その場ん。で感情とうん。か条うん。件に合わせて紡いでいく音楽を作っていけうん。ば、多分この世にない音楽が作れるっていう方法う論がその時にん。確立できたんですよね。うん。うん。うん。で、そっからずっとまたその音楽をやっていったっていうのがあっうて、うん。ん。で、後から知ってるんですけど、そういうことをやってる人たちは実は世の中に、実はまだ、もう60年代ぐらいが実は実験でやられてたっていうのを知ったんでへえ。すけど、インプロうん。ビゼーションっていう即興音楽っていうのがあっうて、ん。そういう実験は実はすごくされてるんですよね、音楽の世界で。うで、そこん。からまた新しい音楽っていうのが出てきて、それがどんどん消化されて、削ぎ落とされていったのが今のポップスだったりとか、うん。いろんな歴史があったりみたいな、あるんですよね。うん。なごめんなさいね、なんかすごいるほどね。分かりづらい話をしてしまっいや、あ、いや、でもなんか、た。うん。わかった。目覚めたきっかけ。午後のエンディングのフリーバードっていうのは、あれも、ある意味即興っていう部分は大きいですか、じゃあ、ってことは。曲を作る最初の段階って何でも即興だと思ってるんですよね。うーん。ただ、最終的に今でいうその A メロがあって B メロがあってサビがあってみたいな方法論っていうのうん。は、実はもう型が決まってるうーん。ので、ちょっとユミさんのために作った曲とはまた全然違う方法論なんうではあるんですけん。ど、要はクリエイティブですよね、そっちはどちらかというと。型があうる。ん。こうしたらうん。人はうん。感動するよねとうん。か、うん。うん。そういうのを用いてますね。割うと。うん。ん。うん。なるほど。うん。うん。まあ、ちょっとユミさんの質問とはちょっと話変わっちゃったかもしれないけど。あの、いや上ちゃんの影響、音楽論はね、上ちゃんのうん。音楽論はやっぱり聞きたいですもん。うん。うん。面白い。すごいから。うん。その影響を受けたものってどうですか？私うん。の例を挙げると、うん。あ、でも、例は、まあでも影響を受けたもの。うん。うん。例挙げなあ、くてでも、もいい。それで言うと、この前、ユミうん。さんが多分話したコーネリアス。
実は俺めちゃめちゃ影響を受けてて。おお、上ちゃんと私多分世代ちょっと違うから、多分聴いてるアルバムとか違いますよね。ちょっと多分ね、ユミさんが聴いてるのより後なんですよ、俺実は。私96年なんで聴いたアルバムが。コーネリアスってどちらかというと現代アートだと思ってて。そうですね、完全にそうだと思う。そう、音楽っていうよりもコラージュだと思ってるんですよ。そう思う。ごめんなさい。ヨシさんがなんかまた俺ちょっとカメラオフにしとこうかな。ちょっと待って、ちょっと待って。これ、コーネリアスだけでちょっと1話語れるぐらい語れちゃうから、語れるぐらい語れちゃう。ちょっとあれなんですけど、コーネリアスって実はその、ちょっと最近話題になったのは、実はオリンピックの時に。それ、ちょっと番組では言わないようにわざとしてました。そうなんですよね。だからちょっといろいろあったんですけど。いろいろちょっとあんまり。そうそれぐらいでもすごい人で、それぐらいすごい人だから。世界から認められてるぐらいすごい人なんですけど、日本だと意外と知らないんですよね、一般の人は。日本だと本当になんでっていうぐらい知られてない。アート音楽としてはすごいコラージュっていうのかな、その映像と音とのコラボレーションもすごいし、ライブは何回も見てて、ライブほんとすごいんですよ、本当に。体感できるアート。映像作品も本当に素晴らしくて、なんかもう体に入ってくるみたいな。そういう感覚を味わえるのを作って、ヨシさん聞いてます？これ多分ね、そのコーネリアスの映像を多分 YouTube とかで見ると言ってること分かると思うんですよね、ヨシさん。いや、本当に。ヨシさん聞いたことも見たこともないんです、実は。多分言ってる意味が分かると思うんですよね。一回体感すると、あ、そういうことかみたいな。本当にすごいんですよ。音と映像のコラボってこういうことかみたいな。そう、なんか、そのコーネリアスっていうアーティストのことを知らずにそのまっさらな状態で見たとしてもこれはすごいっていうのがもう最初の何秒かで分かるっていう感じ。もうなんか鳥肌やばいっす、本当に。やっぱ映像と一緒に見た方がいいですか？映像を見た方がいい。見た方がいい。割とありきかもしれない、映像。映像から入ってくものの方が入りやすいかもしれないですね。体感しやすいというか。それ実はすごく、だからユミさんのバンクーバーの曲、実はコーネリアスの手法と似てるんですよ、実は。いろんな音を継ぎはぎで足していってビートにしていくみたいな。そうなんか多分最初初めて音楽のなんか奥深さっていうのを知ったきっかけが彼のアルバムだったから、多分私のなんていうのかな、脳の構造っていうか音楽を聴く時の構造が多分そのアルバムでできてるんですよ。だから多分そのコラージュ的なところを勝手に感じてると思う。音楽聴くにあたってっていうか、素材として見てるみたいなところはあるかもしれない。ユミさんのそのバンクーバーの時もコラージュだったんですよ、多分作ったのが。コラージュに近いというか、組み合わせだったんですよ、その作った服が。それだから合致できたなっていうのもあって。確かにね。そうなんです。確かに全体がそうかもしれない。そう、なんか一枚布じゃないなかったじゃないですか、なんか。そう。本当に。パーツが組み合わせて全体ができてるみたいな。そう。ごめんなさい、なんかやめましょうか、この話。多分これね、聞いてる人はね、分かってらっしゃると思うので、俺は聞き役に徹底してました、マジで。若干眠かっただけ。そうですよね。やめよう。このね、話はね、するべきだと思う。でもじゃあ、コーネリアスがすごい影響を受けてるっていうのは確かってことですか？確かですね。だし、それこそさっき言った特勤マッシュのオープニング曲とかも俺、ちょっと作ってるんですけど、なんか、それも実は聞くと多分コーネリアスなんですよ。そうなんだ。じゃあちょっとすみません。もう質問いいですか？コーネリアスのどれを見たら、もう一番おすすめの何かっていうのを俺教えてってもらいたいな。でも分かりやすいのある。耳のやつ。耳のやつね。教える気ねえだろ。タイトルそういうふうに記憶してたからしょうがないじゃん。いや、マジでね、俺とユミさん多分タイトル分かんない。いや、それぐらいそういうふうにしか見てないの、本当に。タイトルはどうでもいいんだよ。そういうものじゃない。ちょっと今存在として見てるから。俺がおすすめのやつ
ちょっと探してます。ちょっと待ってください。終わってからやるんだけどね。ぜひ見てほしいのが、はい俺、フィットソングって曲があって、これ見ると映像と音のリンクがめちゃめちゃわかりやすい。これちなみに2012年に作られた映像なんで、ちょっと古いんだけど、当時からしたら超画期的な映像で、俺結構これ見てびっくりしたんですよね。こんなに音と映像がフィットすることあるんだって。そもそもアニメとか、ディズニーのアニメとかって、もう映像に合わせて音楽をつけていく作業があって気持ちいいっていうのがディズニーとかだったりするんですよ。そう、音と映像のマッチってこんなに人を驚かせるんだなっていうのがあって。速攻で YouTube 出てきますね。ちょっとじゃあ、後で見て。まあちょっと見てみてください。言ってることの意味がちょっとわかるかもしれない。これでもし俺全然わかんないっつったら、俺をなんかこう、なんかしてください、本当に。なんかしてくださいってなんかだから音選考を音楽だけよりも映像のために作られた音楽なんだなってちょっと思うんだけど、音だけで聴いても気持ちいいみたいな、それが絶妙に融合している音楽だったり、まあいろいろあるんですけどね、俺はそれが結構面白いなと思ったのが一個、フィットソング、音が気持ちいい。まあいろいろあるんですよ。耳のやつもあるし。耳のやつって言われてわかるんですか？曲がね、曲名なんじゃないかな、これ。曲名なんだっけ、あれ、賞取ったんだよ、なんか有名な。結構すごいことになったの、あれ出したときに。ミュージックって曲なのかな、あれ。それ絶対そうです。ミュージックって曲。そのね、音楽を表した映像なんですよ。あれね、音楽ってこうだよねっていう。マジで、美しすぎて泣ける。はっきり言って、あれは本当に号泣ですよ。ニューミュージックマシンじゃなくてミュージックだけだと思う。ミュージックっていうタイトル。私も覚え、多分そうだった。音楽ってこうだよねが、なんか、体感でわかるみたいな。ごめんなさい、これもう俺とユミさん2人で喋るべき話を今してる。そう。来週はだからあれですよ。ユミと上野っつって。いやいやいや。私が上ちゃんの隠れ家に行った時にやります。ぜひぜひ遊びに来てください。行きます行きます。埼玉にあるんで。じゃあ俺と合わせてユミさん行きましょうか。俺行ったらユミじゃ同じじゃないか。また俺一人でポツンと。あとちょっとこれも聞きたいな。先週アイデアはどこからやってくるという、先週じゃないですね。このゲスト会が実現することになったエピソード会でその話をしてるんですけど、まあ私は自分自身のアイディアっていうか作りたいものとかはひらめきが多いんですよ。なんか思いついたみたいなのが降りてくるって表現してたやつですよね。でも他に適切な表現方法があるか分かんなくてそういうふうには言ったんですけど、なんかひらめきが結構多くて、上ちゃんの場合はどうなのかなと思ってそれも聞いてみたかった。俺このひらめきあるんですけど、俺これひらめき人との関係性の反応であるんですよ俺。じゃあケミストリー。ケミストリー。でも私もケミストリーもある。話してると出てくるが結構多いかもしれない。そっか、ヨシさんとの話そうだ。一緒です。俺ね、上ちゃんと一緒だなってそこは思ってます。まどかめでもね、その話してらっしゃいましたけども。アイディアが出てくるのは、そのいろんな人との積み重ねというか、その経験の積み重ねで、あとは車を運転してる時に思いついちゃう。そう。で、人によるんですよ、それも。この人とだったら出るけど、この人とだったら出ないもあるんですよ。これはだから人との関係性とかその人に対する印象とかこういう突飛なこと言っても受け止めてくれるよねっていう人いるじゃないですか。そういう人との話してる時めちゃめちゃアイデア出るんですよ。なるほどね。でヨシさんとユミさんはそういうアイデア出しやすいタイプなんですよ俺。私自信あるそれ。すごい自信ある。そこは話してるとどんどんアイデア出ちゃうかもしれない。ユミさんでもそれ私今上ちゃんから言われて気づいたけど、他の人に言われたことある。なんか私と話してるとどんどん出てくるみたいな。言いたくなっちゃうなんか。そうなんかそれ聞いてってなる。そうなんかそれ結構他の人には言われるの今思い出した。
なるほそれはど。多分ユミさんだったら受け止めてくれるがあるからだと思うんですよね。反な応がるほどいいんだと思う。ね。うん。分かってくれるでしょうって。こういう言い方してもユミさんだったら多分、あああ、ああ、分かる分かるって言ってくれあ。そうがあるから言えるんだと思あ、でもそれはあるかも。だからそのデザイナーさんとの仕事でう。う私とん、喋ってるとどんどんうん、アイディア出てくるからっつっうん、うて、ん、まあ私いわゆるその請負仕事っていうか OEM うん、やってた時はそれうん、でした。だから4うん、課とおうん、願いしますって言われたのが話してうん、る間に12に広がっちゃったとかうん、うん、全然あるんですよ。で、うん、全部作ってたし、そういうの。うん。なんかそそれはれぐらいもうまさに、話してるとね。先ほど上ちゃんがちょっと指摘していたユミさんはアーティストだから、そのアーうん、ティストの癖しやがって、いろんな話ができちゃうんですよ。うん、いろんな本当だ。表現ができるから、うん、アーティス相手のアーティスト性を刺激するからじゃないですか、それって。うん、うん、うん。そうだと思う。ああ、なるほどね。そこでバランス悪いってことうまくば、相手にアーティスト性をこう植え付けるっていうのがうまいので、それはもうそうん、の特技だと思っていいと思うん。あ壁打ちのあ、壁なんだけど、そのすごく跳ね返りやすい壁してるみたいう。うな感ん。覚。うん、すっごいわうん、かる。うん。すっごいわかる。うわ、こんな弱い力で投げてんのにこんなに返してくれんのっていう壁。わうん、かるな。でもそれはすっごいよくわかる。うん、で、しかも私もそういう人と喋ってると、あ、相手が形にしたかっていうのこれだな、みたいなのがすぐうん、見えちゃううん、うん、人だから、うん、それを返すと、あ、そうなんですよ、みたいうん、うな。ん、他の人とではこれできません、みたいなうん。感じでそうそうそう。なる。大枠で言ったら上ちゃんもそうですもんね、だって。俺も多分そういうタイプだとうん、そ思れは確かう。うん。にそんな気がする。う人ん。のアイデアをいい感じで返せると思う。ヨシさんもそうですよ。うーうん。ん。まあ確かにね、ヨシさんもそうだね。ヨシさんはね、包容力が最強だから、何言っても、笑顔で、いいうねって言ってくれるっていう安心ーん。感のおかげで、めちゃめちゃいろんなアイデア出したくなる。それで、あれちょっとうん。頭悪いので、何でもいいねって思っちゃうからも、だからかいやいや、もしれない。なんか、ヨシさんは、そういうバーって言った後に、そのこっちが言語化できないものを、ちゃんうんうん。と論理的にっていうのかな。ああ、うん。それはね、それはなんか、スラスラって心がけてる。出してくうん。れるみたいうんうなん心がけてることころはとの一つですね。あるかも。うん。うん。ううん。ん。うーだから、安ん。心感がある。上ちゃんから見て、俺に対するそのキャッチボールと、ユうん。ミさんに対するキャッチボールって、多分種類が違うですよね。違う違う。そうそうそう。違うん。います。うん。なので、うまく使い分けてね。うん。うん。こっちが投げるボールも違う。だから、ボールも違ううん。し、跳ね返り方も違うかうら、んですよね。うーでも二人とん。話してるといろんなアイデアが出るのはすごくある。うん。足をこうしようが言いやすいし。うん。うーうん。ん。なるほどね。一人で降りてくることってあんまりないですね。だから俺は。ないっすよね。なうん。いっすよね。うん。う勝手に降りてくるってん。いうよりか話してて出てくる。うん。うーうん。ん。あツール。とは、うん。あ、でもあるとしたらうん。俺結構締め切りかも。へえ。ああ。焦りから出る。そういう緊張感じゃない焦りじゃなくて、緊張感じゃない緊張感もあるかもしれないし、うん。焦りという結構名の緊張感じゃないうん。それも、その要素もありますね。出てくるときは。うーうん。ん。なんとかしなきゃが結構、緊張、俺でも焦りかもしれないですね。それに関しては。すごく辛い。うその時は。ーん。でも、それ、うん。うん。その辛さから出る、うん。その、どうしようもない時間も、通常だと3日かかるやつを、あと3時間でやんなきゃ、みたいな時に、とんでもないアイデアが出て3時間でできちゃう人。なるほどな。とんでもないアイデアが出たりする。まあでもね、たまに小人いるっしょみたいな現象あ、が起きることありますよ起きまね。制すよね。作やってると、あるあるある。信じられない手の速さ。ある。それはある。小人説。でそれが何回かあると、それがあるっていうなんか安心感があって、ギリギリ屋さんに。ギリギリ屋さんになっちゃうから気をつけないとって思って。なるほどうん。ね。俺がうん。フリーランスになった理由2つあって、うん。嫌な人と一緒に仕事したくないっていうのがまず一つね。あとはうん。締め切りのある仕事をしたくないってうん。いうのが、その2つですよ。俺がうん。フリーランスになった理うん。由は。あ、それよく言ってるね、よしさうん。んね。うん。本当締め切うん。りがあるとね、本当にやらなくなっちゃうから、逆に。うん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 。まあでも、
コンテンツに対しては締め切りがないから頑張れたけど、うん。途中でやる気が出ないとか言って、ああ、そうそうドラゴンそうそボール、ね、う。何周し497。たみたいな。うん。全部見たから、1ヶ月半ぐらい。そこに使える集中力があるんだ、みたいなね。そうそうそう。うん。一旦ヘトヘトになってからの方がやりやすかったかね。そううん。かもね。うん。うん、まあ、それにちょっとつながる質問だけど、うん。私自身は、まあ、いわゆる規則正しい生活習慣、うん。まあ、確保して食とか睡眠とかがちゃんとうん。確保されてることがあってからの、健全な発想とか新しい発想っていうのが生まれるタイプなんですけど、うん。私自身は。うん。上ちゃんってどうですか、その辺。俺やったことないからわかんないな、うそれ。ん。俺もね、まあなんか、今の質問は意味が分からねえと思った。健康な生活をしたことがないかもしれないうです。ん。ああ、そっか。まあでも私は、ぐちゃぐちゃだった時期が結構長かったからこそ、うん。今は、ちゃんと睡眠も取れてて、ちゃんとご飯うん。も食べれてるみたいな状態じゃないと、ちょっと制作は集中できないな、みたいな感じあなんですけど、あ。うん。そうか、健逆に。康ってことなのかな、健康でいるってことかな。健康でいることが、健康でいられるのが、私は、食と睡眠が欠かせないっていう話なんですうーよね。うん、そうん。じゃない人もいるじゃないですか。うん。いろいろ、なんかそんな集研究がありました中、ね。集なんかね。中してたら、なんか朝にうん。なっちゃったみたいな。うほうほうほん。うん。食事、規則正しく栄養豊かなものを食べなくても、自分が好きなもので不健康なものを食べてて、健う康になる人いますかん。らね。うん。うん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 ううんうん。ん。そう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 。そうで、私は、まあ学生の時とかは、もう気づいたら朝だったとか全然うんううん。あん。りましたけど、今は、なんか、今集中してるから朝までとかはもうないんですよね。ああ、でも俺ね、制作が基本夏休みの宿題できない男の子やり方を未だに続けちゃうんで、ああ、結構ギリ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 でに一気にやるんですね。エンジン入るみたいな。そう、うそう一気ん。にやりたいんですよ。もうんうんうう、ん。二徹してでも一気にやりたい人で、あ、じゃあ、ある意味過集中みたいなのをうまく利用するみたいな。そうかもしれないですね。うだからその時はん。もうモンスターエナジー飲んじゃうし、はいはいはいエナジーはい。ドリンクとかね。でも、うその時だけん。頑張って、あとはもううん。ゆるゆるしてうん。るっていうのがうん自分の中の健康法かもしれない。あ、なるほどね。うん。ずっと頑張るができないんですよ、俺。うん。うん。でも逆に、うん。燃え尽き症候群的な感じになっちゃうこともあるってことですか？なります、なります。一週間ぐらい動けなくなる、その後。あ、そう、魔女カメで言ってましたもんね。なんか、うん。ずっと寝てそう。たとか。だからそういう意味ではめちゃめちゃ良くないと思います、俺のやり方は。うーうん。めちゃん。めちゃ良くないと思う、体にまあ、でもとっては。今そこはなんか模索中な感じもしますよね。まあ、ア模シスタントさんちょ索中で、っとあ、そうですね、アシスタね、ント入れた入れてみりとかは。たりとか。うん。うん。うん。だから、だけど、うん。今は本当だからストレスない仕事の取りうん。方しかしてないんで、うん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 そういう意味では、そこを選べるように、自分が無理しないようにできるようになってきましたね、今は。うん。ううーん、ん。自分の健康動向よりも、無理しない仕うん。組みを作れたっていうのが自分うん。の健康法かもしれない。自分がそもそもそういうの気をつけれない人なんで、なんかごう飯とか食べたいもん。の食べたいし、うん。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 まあ、まだ今のところだから大きい病気してないっていうのが多分自分なんかうん。ね、良くないうん。ことでもありみたいなとこかもしれないですうね。うん。ん。甘えてる。ううん、ん。そっか。まあでも、上ちゃん自身は、そっか。まあ、ガッと集中してうん。やるみたいな感じか。ガッと集中するタイプですね。これうん。興味あるんですか、これ聞いてる方。話。なんていうん。うのかな。なんか、うん。ものづくりをされてる方って、いろんなうん。作り方をうーさん。れてる方がいると思うので、うん。うーん、なんていうのかな。なんか、その制作スタイルっていうか、そのうん。辺をなんかちょっと聞いてみたかった。うん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 。そうそうそう。私は作るのは好きなんだけど、うん。やっぱり自分の生活を乱したくないみたいなのがちょっと軸うーに今はん。あって、うん。うん。なんかその辺がどんな感じなのかなと思って。
ユミさんも昔は違ったわけですもんね。今みたいな健康じゃなかったあ、わけですよね。全然、うん。うん、全然です。めちゃめちゃ小麦粉も食ってたわけですもんね。米粉食べて。うん。そうですね。なんか睡眠時間3時間ぐらいみたいなのをずっとやってたりとうん。か、だいぶ不健康でしたね。食事も結構ひどかったし。でも実際その時と今作ってるものは全然違うんですか？まあ、ピースって感じです、今は。ピースピースって平和？そう、なんかね、なんだろう、なんか、ヨシさんの気持ちが昔、今分かりました。何言ってんだろうってピースってどういうことだろうってなりまなんかした。昔は結構苦しみながら作ってた感じはあるかな。ああ、そう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 。無理してたんですね、やっぱね。結構無理してた。だけうん。ど、まあ、今は生活の一部の中に作ることがあるみたいな、うん。そういう感じに変わりました。うん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 。うん、そうそうそだから無理せずに同じようなもの、もしくはもっといいものが作れるようになったってこう。もっとですよね。といいものが作れるようになうーった。ん。うんうん。そうそう。なうん。んか、好きなことなはずなのに、これをやらなきゃみたいな考え方に結構なっちゃってた、うん。大きかったんですけど、うんうん今はそういう感じではないです。うん。ううん。ーん。そうそう。自然に作れてるっていう感じかな。うんうんうん。まあ、一周回って元に戻ったっていう感じなんですけど。うん。うん。よしさんはなんか、そのコンテンツ作るときとかってなんか自分の健康とか考えてやります？い、全く考えないですね。朝までやって、また3時間ぐらい寝て、また朝までやるみたいな、あ、やっそんぱ一な感じです。緒だ。うんうんうだから上ちんうん。ゃんのね、その SNS とか見てると、うわ、一緒っていつも思ってますよ。あ、本当に？うん。うん。確かにそういう意味では似てるかも。うん。でも、よしさんが違う、俺と違うところは、それ自分発信なんですよ。だから、よしさんって。ということ？ああ、そっか、自分のコンテンツだから。そう、自分のコンテンツだからうんうん。締め切りがないじゃないで自すか。分がやりないですね。たいことね。うん。うん。そう。それに朝までできるっていうのは、俺逆にないんですよ、それが。うんうん自う分のためのん。作品作りで、徹夜とかは絶対しないし、うん。うん。それ、うん。次の質問につながる。うん。何やってもいいよって、お金出すからって言われたらやってみたいことありいいね。ますか？いい質問だね、それは。へうん。え、何それ。むずっ。そう、だむずい。から、ゆえちゃんが、今日話してきてくれたことうん。と、これつながるっていうか、まあ、さっうん。きの確かに。話してた流れもつながるから、じゃあ、うん。こういうふうにな状況になったら、意外と、どうしよう、ないみたいな感じになるのかなとか思う。いや、俺多分今やりたいことできてるんでしょうね。だから、ああ、なるほど。うん。俺と同じ回答ですよ、それ多分。うん。多分うん。だからお金あったところでやりたいことって意外となくて、もう世界旅行とかなんかそういう話ですよね。なるほどね。うん。でもね、そこに興味がないから別に欲してなああ、いみそうですね。たいな。うーん。それよん。りも今楽しいことできてるから、うん。やりたいことをお金出すからやってって言われても、うん。別にそこに情あのね、熱も出ない。多分その、また方向性が違うけど、上ちゃんと大うん。体同じかななんて思ってたりするのは、うん。自分は自分がやった自分の能力で何かを作り上げたとか、人うん。にこう認めてもらってお金をいただくという生活をずっとしてるわけですね。はい。なので、お金あげるから好きなことやってもいいって言われたら、俺断ると思う。いうらねえわ。ん。自分でやったああ。結果、お金をいただいて、それで好きなこうん。とをやるから、いいうん。ですってなっちゃうと思う。うん。うん。うそう、でもね、目の前ん。に100万とか置かれたら、いや、でもそうは言っていやいや、けど、そうそう。目の前に置かれたまあ、ら確かにもらえちょっと、るもんもらっときますけど、みたいな。もらえるかもって、そうなるそれじゃあみんなでな。焼肉行こうぜって、そあ、の人も、そうそう。来た人も合これでわせてね。100万。なるほどね。まあ、これね、最後の質問にもちょっと今の流ちょっと待って、ユれつながっ、ミさんの答え聞きたいです、これ。はい。うん。ちょっと待って。ない何それ？のかよ。何それ？ ないのかよ。あ、ちわかった。今もうちょっと、一瞬で思いついたことだけどいい？うん、はい。うん、いつもこういうことがやりたいって考えてるわけじゃないけど、うん。なんか映画とか映像作品作ってみたい。うおん。お。全部融合してるじゃん。あなんあ。かアートもファッションも音楽とかも全部融合してるから、うん、まあ、よしさんともさ、映画の話とかもよくするけど、うん、なんか
ちょっと前になんか生まれ変わったら女優とかやってみたいみたいな話とかしたように、なんかそういうのを作るの結構興味がありますね。そうそうそう。で、多分それ、まあ、お金なくても多分できますよね、今の時代。割と。やろうと思えば。できそう。でもそれよりもなんかこう、壮大なのを作りたいからお金が必要な感じなんですか？でも一瞬今思いついただけだからいつもああ、思ってるまあまあ、そうか、ことのそういうことか。願いじゃないんですけど、うん。なんか、映画いいなって今思う。映像作品、ああ、映画っていうか映像作品かな。うん。なんか面白そうだなって思った。脚本書いたりとかさ、なんか世界観作るとかみたいなところからうやる。ん。あとはいつも私は、まあ、どうだろう、自分の受注会とかあるとき、一人で作っていくことが多いんですけど、うん。人と何かを作り上げるみたいなこととうん。かもなんか楽しそうだな、みたいな。うん。うん。っていううん。感じですかね。うん。確かにお金なくてもできますね。これは、周りに普段関わってくれてる子にうん。アドバイスでもらったことも、なんか、うん。脚本っていうか自分が思いついたことを う AI に投ん。げたら脚本作っうん。てくれるから、そこからうん。プロンプト作れば映像うん。作品も作れますよね、みたいな。うん。うん。だでもなんか俺から自分が、逆質問なんですけど、それ AI で作ったとして見たいと思います？それはない。思わない。なんですよね。そうなの、そうなの。そうなんですよね。今のところ。かっこいい映像は見たいと思うけど、うん。うん。AI で作りましたって言われると、なんか今途端に見たくないなって思っちゃう、うなんか自ん。分がういるんですよね。ん。うん。うん。うん。まあそれも時代変わったら当たり前になる気がするけど、そうですね。今はまだなんか、ううん、ん。って感じ。うん。AI はどうしてもツールとしてまだ使うけど、なんか AI だけで作るのはなんかまだちょっと抵抗感あるんですよね。うーん。うん。それはある。うん。うん。うで、ん。最後の質問は？そう、最後の質問は、うん。上ちゃんにとって人生を楽しむってどんなことですか？いいですね。ああ、これゲストが来たらみんなに聞きたい。なんかなんかプロフェッショナルとかのね。番組とかのラストみたいな感じですよね。ラスト。人生を、もう一回、人生を楽しむ。あなたにとって人生を楽しむってどんなことですか？ああ、これ、瞬間瞬間、いい反応してくみたいなこうーとかな。何に対してですか、それは？もう全部です。全部に対して、起こったことに対して、機嫌よく反応していけば、人生楽しいんじゃないかなっもうなんか、ていう。上ちゃんめっちゃ今いい言葉を浴びてる気がする。うん。私にすごい今必要なセリフです。うん。だからその反応をとにかくベストを尽くしていい反応していけば多分人生自体が絶対良くなるでしょっていう理うん。屈で思ってるって感じかな。そう、なんか魔女髪聞いて本当思うんだよな、それを。うん。よくよく思う。捉えるっていう感じかな。うん。楽しむ。で、そしたら結局楽しいから、うんうんうんううんん。うん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 。いやでもちょっと、そうなんだよな。でもそれをやりすぎた結果、今はちょっと虚無なんですよ、俺。ええ全部が楽しいはずだよなって思ってる。要は、ちょっー。と俯瞰した目で見すぎちゃってて、今うんうん。超楽しいことしてるなるほど。よなって他人目線で見てる自分がいるんですよ。うーでもん。本当の楽しいって多分子供みたいな、キャッキャキャッキャしてるのが楽しいうなのかなって思うけど、ーん。それが全くないんですよ、今。だからなんかここに入ってないみたいな感じ。そう、なんか外から見てる的なそう。でも感じの感そこを、覚になっちゃう。でも、そのフラットな常に何でも楽しい状況にしたいって思ってしてるんだけど、うん。結果そうなったら、嬉しいって感情がうん。当たり前になっちゃって、フラットになっちゃってることにちょっと寂しさを感じてるっていうのはなるほど。ちょっとあるかな。それってもしかして主語が自分だからじゃないですか？そうかな。そうなのかな。
それさえも主語を自分にしてしまうと、結局、達成感がない感じになるのかもしれないですね。ああ、そうかもしれない。主語を自分にすると。さっきほら、相手のため、世界のためっていう話。世界のために自分が楽しむっていうのじゃなく、何かをやって自分が楽しいっていうのって、主語は愛じゃないですか。だから、主語を自分にしちゃうと、うまくいかないってさっきちょっとそんなお話があったと思うんですけど、それさえも嬉しい、楽しいって思うことさえも自分が主語だとそういうふうに陥ってしまうのかなって今ちょっと思ってたんですけど、違うかな。なんかでも、楽しいことすごいしていきたいと思うし、だけど、なんか同時に、なんだろうな、まあ、全部楽しいんですけどね、なんだろうな、もう子供みたいに楽しめないのかなっていう寂しさを感じてる。まだね。子供みたいになりたいかも。子供みたいになったら楽しいかもしれない、人生。っていうのもちょっと同時に思ってるって感じですね。瞬間瞬間すごい楽しんでるし、楽しんでる実感あるんですよ、すごい。何でも、今こうやって話してるのすごい楽しいし、この後、終わった後何食べようかなとかも楽しいんだけど、同時に子供みたいに楽しめてないなっていう気持ちもあるっていうのがあるな。矛盾する二つの感情がある。パワーが無尽蔵に溢れてくるから、俺らとはちょっと違うですよね、楽しみ方が。それちょっと、そう。結局体力かも。体力あったら何でも楽しいかもしれない。子供だってずっとキャッキャキャッキャずっと走ってるじゃないですか。すげえ体力お化けだなっていう。そう。体力ないから、キャッキャできないのかなってちょっと思いました。確かに。そっか。なるほどね。よしさんは人生楽人しむ？生を楽しむってどんなこと？人と会うことですね。シンプルでいい。人と会ってやっぱり自分に持ってない価値観とか、技術だったりとかね。人に会うことによってフリーバード曲が出来上がったっていうのもやっぱり人に会ってなかったらできなかったし、自分にない技術を持ってらっしゃる上ちゃんとかね、常江さんとかもそうだけども、そういうことで自分がいい思いできてるじゃないですか、ねって。もう人との出会いは宝物なので、もうそれ以外俺はないですね。わかりやすい、すごくいいですね。すごくわかりやすい指標。すぐできるし。そのくせね、6年間誰も会いに来ないそうな沖縄の僻地にいるわけですよ。だからよくない。エイブに言われちゃった。よし、もっとなんか楽しそうに生きてほしいから沖縄に出てほしいって言われたようなきっかけで、じゃあもう一回旅しようか、お袋もいなくなっちゃったしねっていう、そんな話がきっかけなんです、今回の旅は。いいですね。なるほどね。ゆみさんはじゃあ。これ私が分かんないからみんなに聞いてる。そういうことなんだ。そう。楽しくないんですか、今？楽しんではいるけど、なんか両手を広げて、まあ上ちゃんじゃないけど子供みたいに、楽しいみたいな感覚は特にないので、そうなんですよ。だから。でもなんか本当そうなんですよね。大人になると楽しいことってなんか上限が見えてる感じあるじゃないですか。ある程度経験してるから美味しいものとかも、もうこれ食べたらもう目玉飛び出るわみたいな経験ってほぼなくないですか？たまにあるけど。で、子供の頃って結構あった気がするんですよ。何これ超美味しいみたいな。10代とかね、キャッキャキャッキャしてる。それすごい求めちゃってるのがそもそも間違ってんのかなとかもちょっと思ってるんですけど、一方で、俺最近48ぐらいの男の人で友達がいるんですけど、その人がもう毎日ワクワクして寝れないんだけどみたいな人がいるんですよ。すごい。何でワクワクしてるんですか？明日テニスするんだとか、遊びの約束をとにかく入れたい人で、友達と会うとか飲むとか、お好み焼き作ろうよみたいなすぐ連絡来るんですよね。
で、なんでそんなワクワクしてんだろうと思ったら、その人やっぱ体力あるの。すごい。もう毎日動いてたいみたいな。ずっと動いてたいっていう体力かもしんないなってちょっと思ってましたから。まあでも確かにそれは大きいかもうん。運動してるし、体も大きいし、よく食べるし、健康なんですよね。健康かも。健康イコール楽しさね。健康かもしんない。そうかもね。でも、上ちゃんには確かにそこは足りなさそうな感じ。足りない。すごい不規則な生活してるイメージある。不規則なだけで健康じゃないわけじゃないじゃないですか。そうなんですよね。大きな病気をしてないだけで。でもずっと疲れてる。砂糖とか食べてない。確かに、俺もずっと寝てる。そう。ずーっと程よく疲れてる。丸山る元気が欲しい。奥田民生の歌詞ですよ。イージューライダー。ありましたっけ？そっか。眠らない体を。あった。あった。まあでも私にとってはね、これをちょっと人の話を聞いて学んでいくっていうのがちょっと。そうね。いい企画じゃないですか、それは。なんか人生は楽しんでるけど楽しみきってるかって言われると、どうなんだろうなみたいな感じなんですよね。でもなんかいつかやろうみたいなのを思ってたことをどんどんやっていくと、なんか本当の自分の人生生きてる気持ちになるっていうか、なんでこれ今までやんなかったんだろうなみたいな。やった方がいい。人生なんてあっという間だから終わっちゃう。なんか私の場合は多分自分難定思考がすごい強かったから、それやってないことがね、多分いっぱいあるんですよ。だからそれを順番にやってるって感じですかね。そう。です。はい。いい話ができたね。今3人とももうそろそろ終わろうでマインドが。そうですね。あったね。笑ね。ゲストが楽しいな。これ上ちゃんだから楽しかったんだよな。いやー、光栄です。ありがとうございます。楽しかった、俺も。出し切りました。また上ちゃん隠れ家レポートします。ぜひぜひ遊びに来てください。お願いします。俺も上ちゃんとか遊びに行ったらその時のエピソードは上ちゃんと一緒で出るか、また。2対 1？ 3対、そう、2対1、そう。2対1。向こうは、でしょ？でも時間合わせて由美さんと3人で収録するっていうね。いいよ。ね。やろう。何の番組だってね、そんな。また次回に続くってこと。そうね。また来てください、上ちゃん。楽しかった。ありがとうございます。嬉しかったです。じゃあ今日は。ぜひぜひ。なんか宣伝とかありますか？じゃあ、魔女とカメレオンって番組やってるんで、よかったら聞いていただけると嬉しいです。これは由美さんと俺もずっと聞いてる番組なので、これも欠かさないですね、魔女カメに関しては。俺もおしゃれアレルギー欠かさないですね。嬉しい。本当に嬉しい。結構数少ない必ず聞く番組ですね。すごい嬉しい。嬉しいです。一応、Spotify なんかでは、番組からのおすすめのところに、魔女カメ入れてるので、もしかしたら、うちの番組聞いた人におすすめで上がってきてる。そうなんですね。ありがとうございます。そういう機能があるんですね。俺知らなかった。なんか、2番組ぐらい入れれるんですけど、そうなんだ。ここに入れさせていただいてます。ありがとうございます。で、概要欄にも貼らせていただきますので。ありがとうございます。最後の向上お願いします。何？最後？番組では。番組ではそんなのあったっけ？コメントお待ちしてます。そう、コメントお待ちします。はい。だけだね。すいません。いつでもお待ちします。私たちの熱い、そんなに時間取らなくてもいいのにっていうぐらい熱い返事が返ってきますので、コメントお待ちしております。よろしくお願いします。じゃあ今週はこの辺りで終わりにしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。魔女カメ聞いてね。
ありがとうございありがとうございます。ました。さよなら。